サイズは約53センチ、縦は約47センチ、ゆったりめに作っています。で、ゆったりなんですが、さらに脇の下を広くしていて、締め付けずに着心地がすごく楽なようになっています。で、作り方はすごく簡単に作っていて、ほぼ全てが長編みで、なので簡単なのと、あと進みが早いのと、あと凝った模様編みのセーターよりも軽く出来上がります。首のところからスタートしてぐるぐると編んでいくだけです。この模様は引き上げ編みでできていて、これを編んでいくと自然と広がって増し目ができます。この増し目をしている部分をご自身のサイズに合わせていくだけで簡単にサイズの調節ができます。で、袖は閉じ合わせたり剥ぎ合わせる必要がありません。使用する糸はダイソーさんのメランジ、色はサンドベージュ、重さは 50g、 約 90m、 材質はアクリル 100%、 使用かぎ針の目安は7号から8号、手洗いができてバーコードで、これはダイソーさんのメランジで、こっちは同じくダイソーさんのメランジテイストベージュ、すごく似ているんですが、今回使うのはこっちのメランジ。ちょっとだけ太さが違うようなので、こっちで編んだ場合にはもうちょっと小さくなると思います。でもお好きな糸で作ってみてください。で、針は 7mm を使います。で、あとはマーカーととじ針を使います。今回の作り目の数は4の倍数を輪にして編んでいきます。私は52目で編んでいきます。52目で編んだ場合の出来上がりのサイズを書いておくので、それを目安にして好きなサイズに調節してください。サイズの調節の仕方は52目から4増やしたり減らしたりしてください。例えば56とか48とか、今回使う 7mm よりももう少し細くても大丈夫なので、針のサイズを細くしてもまたサイズが変わってきます。まず中長編みで輪を作ります。この部分の中長編みは伸縮性がある編み方で編んでいきます。伸縮性がある編み方だと脱いだり着たりするときに楽なので、できればその編み方で編んでいきます。で、それが面倒な場合には普通の中長編みを編んで輪にしてで編んでいきます。で、まずその普通の中長編みで編んでいく方法、最初の輪を作って鎖編みを52目、ちょっとだけゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら最初の鎖とくっつけて輪にします。まずねじれていないか確かめます。で、最初の鎖の2本の糸の下、ここに針を入れます。こっちが2本、長い糸で引き抜きます。
かけて出して、もう一回出して、これで輪ができました。で、ここから中長編みをします。中長編みをするので鎖を2つ、2つ目にマーカー、今鎖を編んだ同じところに中長編みを1本で、ここから鎖が出ているんですが、ここだとちょっと入れにくいので、ここに入れていきます。この鎖の下のこの目、中長編みなので針に糸を絡めて、鎖の下、鎖の下、中長編みなので3本を一度に引き抜きます。で、この時は鎖のこの糸が3本あるうちの2本の糸の下に入れます。で、中長編みをぐるっと編んでいきます。絡めて2本の下、次もこの鎖の2本の糸の下、次もこれで一周します。ぐるっとぐるっと編んできたら、最後はこの鎖の出ているところには編まないで、その手前に最後の中長編み、この鎖の出ているところには編まないで、その手前、ここに最後の中長編み、次はくっつけます。もう一度ねじれていないか確かめます。で、このマーカーがついているところに引き抜きます。この鎖は下から1、2、この鎖の2本の糸の下、で、長い糸でこれで1段目ができました。次は伸縮性のあるタイプを編んでいきます。鎖編みを3つ、1、2、3、1つ目の鎖に針を入れます。針を入れる場所はこの表を横にして2本の糸の下、ここに針を入れます。これをちょっと
ねじってみると分かりやすいと思うんですが、ここに針を入れます。でこれを中長編みでするので、針に糸を絡めて、1つ目の鎖の2本の糸の下で長い糸を引っ掛けて引き出します。でこの糸を出す長さは鎖1つ分で、この1本からだけ引き抜きます。ここだけまず1本、これでここに鎖が1つ、また3本になったところを3本一度に引き抜きます。この時はこの糸が出ているところを押さえて、で引き抜いて、これで中長編みが1本で、今指で押さえているところは鎖1つと中長編みが1本で、この今押さえていたところはこの部分が鎖、こことここ、普段の鎖とは形がちょっと違っていて見つけにくいんですが、こことここで、次はここに針を入れて、また鎖と中長編みを編んでいきます。で分かりにくくなるので、この1つ目の鎖を指で軽く押さえておきます。でまだ外さないでこのままにして次の中長編みを編んでいきます。でこの1つ目の鎖は結び目のすぐ隣、最初の結び目のすぐ隣に押さえます。で中長編みを編むので、針に糸を絡めて、で糸を引き出すのは指で押さえている鎖、中長編みを編むので絡めて、でこの鎖ちょっとずらして、この2本、この結び目のすぐ隣2本、こことここで針を入れて、で糸を引き出します。さっきと同じです。糸を引き出して、引き出す長さは鎖1つ分で戻ってきて、で1本からだけ引き抜きます。この端では鎖1つを作っていくので、端だけは1本だけ引き抜いていきます。1本だけ1本だけ1本だけで鎖を続けて、この部分が作り目になります。こっちは鎖、こっちは中長編み。普段は中長編みをこういう横に編んでいくんですが、今回はこう縦に編んでいく感じで、まずこの1本だけ引き抜きます。で引き抜いたら、これが鎖1つ、鎖1つできたら指で軽く押さえます。で3本を一度に引き抜きます。これで中長編みで、この最初の鎖、これも中長編み1本と数えて、1、2、3、3本目で、次は4本目、これを繰り返していきます。針に糸を絡めて、で指で押さえている鎖1つ、
こに2本あるので、入れて引き出します。で、鎖1つ分伸ばしたらここだけ引き抜きます。これで鎖1つ、鎖と鎖と鎖で、鎖を指で軽く押さえます。で、長編みをするので一度に引き抜きます。これでまた鎖1つと中長編み1本、もう1回絡めて、針を入れて編んでいくと、こう縦の鎖のラインが見えていくと思います。そうするとちょっと分かりやすくなっていくと思います。こんな感じで編んでいきます。で、これは伸び縮みがするのと、あとこう編みながら長さを決めていけるので、試しに編んでいく場合やまだ幅を決めていない時にすごく便利で、意外と多く使われている編み方だと思います。で、これで51目編んでいきます。52目作りたいので、最後にもう1本できるので、52目から1本少ない51目で編んでいきます。この最初の鎖も1本と数えるので、ここから51目で編んでいきます。中長編みを51本編んだら輪にします。この伸縮性のある中長編みは最後の1本を作りながらくっつけます。その分ちょっとややこしいんですが大丈夫なので一緒にやってみます。まず今までと同じように針に糸を絡めて、で端の鎖、ここにこのまま針を入れて2本の糸の下で糸を出してきます。で3本、今まではこの端の1本からだけ糸を引き抜いて鎖1つを作ってきましたが、ここでは鎖1つを作らないでこのまま反対側、今度こっちとくっつけるんですが、その前にまずねじれていないか確かめます。
長い糸は向こう側で、反対側のこの糸端の出ているところ、この端に針を入れます。糸端をちょっと引っ張ると三角のスペースがあるので、ここにこのまま針を入れます。で、この長い糸を引っ掛けて引き出します。今4本あるうちの1本から引き抜きます。隣の糸からも引き抜きます。残りは3本。これを一度に引き抜いて中長編みにします。これで中長編みが1本、52本目の中長編みができました。で、この最初の鎖に引き抜いて輪になります。最初の鎖の下から2つ目、1、2、ここに引き抜きます。で、針を入れるところは2本の糸の下、これで伸縮性のある中長編みの輪ができました。ここからずらっと編んでいきます。で、編んでいくのに増し目をする場所にあらかじめマーカーをつけておきます。今この丸を四角い感じにイメージして編んでいきます。こういう感じで模様をしながら増し目をしていくので、その増し目をする位置にマーカーをつけておきます。まず1つ目は今糸が出ているところ、ここで増し目をするのでマーカーをつけておきます。次は今マーカーをつけたところから17個目にマーカー、一つにマーカーをつけて、その次から数えて17で、マーカーをつけたらマーカーの隣から数えて9個目で、またマーカーの次から数えて17個で戻ってきます。あらかじめマーカーをつけた方が楽なのでつけておきます。で、マーカーをつけていた1つ目を編んでいきます。鎖を3つ、1、2、3。次は今マーカーがついていてちょっと邪魔なので外して、鎖の下は鎖があって、この鎖をすくうような感じで引き上げ編みをします。この鎖の下の鎖の横から針を入れてまた戻ってきます。で、今は鎖3つの次表引き上げ編みをします。
で、引き上げ編みなんですが、普通の長編みではなくて2回糸を絡める長々編み。普段は1回で、今回は2回で、この鎖の横に針を入れます。で、引っ掛けて引き上げてきます。一応もう1回鎖3つの後に長々編み、鎖の後ろ、糸を出してきます。引っ掛けて今4本あるので2本ずつ引き抜きます。これで長々編みの表引き上げ編み。その次からは普通の長編みを続けていきます。で、どこから続けるかというと、このすぐ隣から、この今の長々編みのすぐ隣でちょっと影に隠れていると思うんですが、正面から見るとちょっと見えにくいんですが、ここにも長編み、で、この長編みがどこから始めたらいいのかと分かりにくいと思うんですが、裏を見てもらって、ここに長編みを編んでいない目が飛ばしていないか見てもらって、すべての目に長編みが入るようにします。ここが見にくくて、次をこの隣に編んでしまうと、裏を見たときにここに一つ長編みがないところがあるので、ここにも長編みをしていきます。ここにもで、隣にもそうすると裏から見ても、ここにもここにもここにも長編みが入っているので、隙間が空いてない状態。このまま次のマーカーのところまで一つの目に一つの長編みを続けていきます。マーカーをつけた手前まで長編みを編んできました。こっちで見ると、ここからスタートして長編みを編んで、ここがマーカーをつけたところ、ここで引き上げ編みをします。で、引き上げ編みは下の中長編みを見て、この長編みは16本あって、16本目のこの最後の長編みの左斜め下、マーカーから見ると右斜め下、ここに針を入れて引き上げ編みをします。ここの数がちょっとややこしいんですが、長編みの16本目の、左下、マーカーの右下、こ
こに引き上げ編みをします。でこの伸縮性のある中長編みは普通の中長編みよりもちょっと糸が多いんですが、ここはどっちに含めてもいいので構わない感じで、このまま糸を引き上げていこうと思います。で引き上げ編みは長々編みの表引き上げ編み、さっきと同じように2回糸を絡めます。で中長編み、表から入れたら表に戻ります。で糸を引っ掛けて4本になったら2本ずつ引き抜きます。で引き上げ編みが終わったら次は普通の長編み。普通の長編みは今マーカーがついているところにします。でまたこの引き上げ編みの影になっているんですが、ここマーカーがついているところに普通の長編み、これで普通の長編みが1本。でまた引き上げ編みをします。でどこに針を入れるかというと、ここと同じところ、1本目の引き上げ編みと同じところに入れます。針に糸を2回絡めて、で同じところちょっと戻る形になります。で2本ずつこれで引き上げ編みと長編みと引き上げ編み、V の形になっています。これで今回増し目をしていきます。これを編んでいくと緩やかに広がっていきます。でこの模様の間は普通の長編み、この影を見てとすぐ隣の目、裏を見てと何も編んでいない目がないように編んでいきます。一つの目に一つの普通の長編みで次のマーカーのところまで編んでいきます。でこれでマーカーの手前、長編みの数を数えると2、4、6、8本、8本目と8本目の斜め下とマーカーの斜め下、ここにまた引き上げ編みをします。針に糸を2回絡めてで引き上げ編み、次は普通の長編み、このマーカーをつけた目に
次は引き上げ編み。ちょっと戻ってさっきと同じところ、こういう感じの模様を作っていきます。次はまた普通の長編み、すぐ隣からここまでは長編みがあるので、この隣から次のマーカーのところまで長編みを続けます。で、長編みは8本で、最初のこの模様を完成させます。他ではこの引き上げ編みが2本、ここも引き上げ編みを2本にします。最初に引き上げたところ、ここと同じところに引き上げ編みをします。1、2、で、この鎖3つの下から3つ目に引き抜きます。1、2、3。これで2周目が終わりました。これから同じ位置で同じ模様を編んでいって緩やかに広げていきます。で、この増し目をする範囲はご自身の肩の幅とかで変わってくるので、ある程度編んだら合わせてみて、で好みの幅にします。ここが首で肩幅はだいぶ個人差があると思うので、合わせてみて何周にするか決めていきます。で、下と全く同じように編んでいきます。鎖3つ、鎖に引き上げ編み、下の鎖ので、次は下で引き上げ編みをしたところに長編み、ここが鎖を編んだところ、次は引き上げ編みをしたところ、ここには普通の長編み、これで編んでいくと両脇が長編み1本分ずつ増えていくことになります。次の角まで来ました。さっき引き上げ編みをしたところには長編みを1本、で引き上げ編みと引き上げ編みの間の普通の長編みには引き上げ編み、これが引き上げ編み、こっちも引き上げ編み、真ん中は普通の長編み、ここに引き上げ編みをします。で、
長々編みなので2回絡めてこれで引き上げ編み。次は今引き上げ編みをした長編みの頭に長編み、後ろを見ると今引き上げ編みをしたところに長編みの頭が見えるので、ここに普通の長編み、引き上げ編みをしたところ、でまた同じところに引き上げ編み2回、こういう感じで編んでいきます。で次また長編みを編んで次のマーカーのところまで編んでいきます。この時もこのさっき編んだ引き上げ編みの頭、ちょっと裏を見てどの目にも長編みが入っていると大丈夫です。でこれで次のマーカーのところ、模様のところ、ぐるっと編んでスタート地点まで戻ってきました。最初に模様の半分だけを編んでいたので、最後に引き上げ編みをして模様を完成させます。でこの最初に引き上げ編みをしたところと同じところ、で最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。1、2、3の2本の糸の下、これで2周目が終わりました。で全く同じように5周、6周、7周と編んでいきます。でとりあえず私は6周編んでから体に当ててみて幅を決めていこうと思います。7周目を編んでいる途中で糸が短くなったので新しい糸を足していきます。糸を足すタイミングは長編みの途中絡めて3本あるうちの2本から引き抜いて、次に引き抜くのを新しい糸で引き抜きます。後ろに添えて新しい糸で引き抜いて、これで長編みが完成しました。次からはこの糸端を編みくるみながら長編みを編んでいきます。この編み地に沿わせる感じにして長編みを編みます。このまま編みくるんで、ある程度編みくるんだら糸端を外してでカットしておきます。でまたしばらく編んでいきます。16周編んできました。16周編むとサイズはこんな感じ。この部分が49、こ
こは19の28で、首のところはこの状態で50で、伸ばすともうちょっと広がって頭が通ると思います。15か16周で女性ものの L サイズぐらいかなと思いました。これは好みのサイズ感とか下に着るものでだいぶ作りたいサイズが変わってくるので、実際に身につけてみて何周編むか決めてください。私はこの16周にして下の部分を編んでいきます。今こういう感じで編んできて、次はまっすぐ胴体の部分を編んでいきます。で、胴体の部分を編んでいくのにはここをつなげて、でここから筒状に編んでいくんですが、このままだとちょっときついので、ここを鎖編みでつないでいきたいと思います。でこの鎖編みの数によってゆったり感がだいぶ変わってきます。でここをちょっとゆったりの方が着心地が楽だと思うので、今回は少し長めに鎖を編んでいきたいと思います。でこの今つながっている長い糸をこのままにして、一旦この脇の下を鎖でつなぎます。ここからスタートして反対側両方同じように鎖編みをしていきます。好みで長さを決めます。こっちもこっちも同じです。こういう感じでつなぎたいので、こっちは短い辺で袖の部分、こことここを鎖でつなぎます。この模様の真ん中に長編みがあるので、ここに針を入れます。新しい糸で、糸端はちょっと長め15センチで、糸を引っ掛けて引き出してしまいます。一回結んでおきます。同じところに針を入れて糸を出してきます。ここから鎖を10目、もうちょっと長くてもいいと思います。これが長いともっとポンチョを着た時みたいな楽な感じになると思います。で反対側の模様の真ん中で引き抜いて、もう一回鎖を編むようにして糸を切ります。この時も15センチぐらい。これを後で針で始末します。ここが脇の下になります。反対側も同じように模様の真ん中
まだつながったままの長い糸で筒状に編んでいきます。編み方は今までと同じように長編みでぐるぐると編んでいきます。鎖を3つ、鎖3つ編んだ隣の目に長編み、鎖3つ編んだ下から3つ目にマーカーをつけておきます。で次の目にも長編み、これからはこの模様編みのところにも全部一つの目に一つの長編みを編んでいきます。とりあえずここから編んでこの次の角まで編んでいきます。次の角まで来ました。角の模様編みの上にも長編みをしていきます。まず引き上げ編みの上にも長編み、次は鎖の出ているところ、この糸端は編みくるまずに後で針で糸始末します。糸端はどけておきます。次からこの鎖の一つ一つに長編みをしていきます。で針を入れる場所は上から入れて、こっち側が2本、こっちは1本、こちら側の方が力がかかるので2本にしておきます。ここに長編み、次も長編み、次もで、このまま一つの目に一つの長編みを編んでいきます。鎖編みの上に長編みを編んできたら、鎖の出ているところに長編み、糸端はどけておきます。で次は引き上げ編みの上、次からは長編みの上に長編み、でこれで反対側まで編んでいって、反対側まで編んでいって、またここでもこの鎖の上に長編みを編んでいきます。でスタートしたところまで戻ってきます。ぐるっと編んで始めたところまでぐるっと編んできたら、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。で2本の糸の下引き抜いたら、これで胴体部分の1周目が終わりました。また同じように編んでいきます。鎖を3つ、鎖の隣の目に長編み、ここではなくてこの隣、鎖にマーカーをつけておきます。
でここからまた一つの長編みに一つずつ長編みを編んでいきます。これでぐるっと編んで、今と同じように引き抜いて、でまた鎖3つでぐるっと編んでいきます。これを繰り返していくと胴体の部分の長さになるので、好みの長さになるまで編んでいきます。29段編んだところで6玉がなくなりました。ちょうどいいぐらいの長さになったので終わりにしようと思います。で私は広めの短めにしたかったのでこれぐらいにします。一応長さは首のところから測って約47センチ。ここら辺はお好みで好きな長さにしてください。もうちょっと長い方が暖かそうです。最初の鎖、下から3つ目に引き抜きます。でこれを鎖一つを編むようにして引き抜いて、これをとじ針で隠して終わりです。これで終わりです。でサイズは以前測った通り、首は50で袖の部分は28で、ここは19で、ここまでは49センチで、脇の下からはちょっと伸びて4センチ増えて、この裾の方では2つに折った状態で53センチ。使った毛糸の量は 300g で6玉。最後までご視聴ありがとうございました。